26、バルトロマイの弟子入り。その夜ヨエルは自分の若い頃の話をした。彼の父ナタンはエルサレムからエジプトに移住し、氷菓子をやって随分金を儲けた。それがかえって厄介なことになった。彼はその地で養殖についていたローマの高官にかなりの金を貸し、しつこく返済を迫った。ローマ人は部下の者に野因に乗じて家に忍び込ませ、ナタンと息子ヨエルを砂漠まで連れ出し、当時恐れられていた部族に奴隷として売り払ってしまった。父ナタンはその地で会えない最後を遂げ、ヨエルの目の前で息を引き取った。ヨエルは部族の者の隙を見て、そこから逃げ出し、エジプト第二の都市と言われたアレキサンドリアへ行った。そこでは平和に暮らせるだろうと思っていたのであるが、生活習慣が合わず、おまけに苦しんで死んだ父の幻影に悩まされた。彼はユダヤに帰り、ヨルダン川の東にそびえ立つ山岳地帯に入り、人里離れたところで生活を始め、ようやく恐怖から逃れることができた。彼は娘エスターの長男に、幼い時から字を教え、教養を身につけさせたという。これを聞いていたイエスの体は、次第に光を帯びてきて、まばゆいばかりに輝いていた。イエスの姿は、預言者のような威厳を保ち、ヨエルのために建てられた新しい家を祝福した。イエスの輝いた預言者のような姿を見たのは、ヨエルとその家族の者が初めて出会った。明くる朝早く目を覚ましたヨエルは、もうイエスの姿を見つけることはできなかった。暗いうちに家を出て、別れの辛い思いを少しでもなくそうという気配りであった。ナタンは弟に羊飼いと農夫の心得を教えた。弟が一人前になったので、ナタンは旅に出て、一日も早く死なるイエスを探し当てたいとヨエルに言った。ヨエルは踊り上がって喜んだ。ヨエルはナタンを祝福してから言った。今すぐ行くがよい。一日も早く見つけて、ここにおいで願うように言いなさい。あの方は、この世の汚れを知らないお方だ。今頃はきっと何かと困っておられるに違いない。明日の朝早く旅に出るがよい。世俗の汚れを知らない若者は、ナザレに向かった。そこでは、イエスがエジプトに行ったという噂を耳にしたので、早速エジプトを目指して出発した。エジプトに着いてから、あちこち探し回ったが、全然見当たらなかった。誰もイエスの消息を知る者はいなかった。一つだけいいことに巡り会えた。アレキサンドリアに住んでいた彼のいとこが、彼を温かく迎えてくれたことである。彼はしばらくこの家に滞在した。敬虔なユダヤ人であるいとこは、ユダヤのベッサイダからここに移り住んでいた。彼の名はナタニエルといって、ナタンと同じ名前であり、彼の方がいくらか年上だった。ナタニエルは、イスラエルに与えられている神の約束のことや、将来の希望についていろいろ教えてくれた。ある日必ず神の子が王としてやってくるんだ。その時イスラエルは長い間の束縛から解放され、ユダヤの国は汚れたローマから救われるんだ。とナタニエルは叫んだ。二人は同じ名前であることを嫌って、ナタニエルはバルトロマイと呼ぶことにした。バルトロマイは、旧約聖書にメシア到来のことが多くの預言者によって語られていることを話した。来る日も来る日も二人は熱心に語り合い、いつ神の子が到来してイスラエルを救ってくださるのかと首を長くするのであった。ある日のこと、バルトロマイはアレキサンドリアでの仕事が終わったので、ナタンと一緒にベッサイダに帰ることになった。故郷に帰るとバルトロマイは自分の親しい友人たちにナタンを紹介した。友人といっても昔イスラエルの希望のことについて話し合っていた彼の仲間たちであった。彼らは二階座敷で話し合った。その中で親分格のピリポが立ち上がり、一日も早くイスラエルの救いの日が来るようにと祈った。そしてその日というのはバルトロマイが主張してきたメシア到来のことであった。それぞれ主張の違う者が集まっているにもかかわらず、とても親しい間柄であった。それはみんなが神の子に是が非でも会いたいという願望で結ばれていたからである。ナタンはバルトロマイにイエスのことを話した。ナタンの家にやってきてからのことすべて話して聞かせた。特に狼から羊を救ったことも話した。それで彼はわざわざナザレに探しに行ったが見つからず、エジプトにまで行ったことを話した。ナタンは言った。このナザレ人くらい純粋なお方を見たことがありません。あの方は霊的能力も抜群で立派な人格を備えていました。バルトロマイは黙って聞いていたが、心密かに驚きを感じていた。
彼は瞑想しながらナタンの言うことを思い巡らしていた。すると突然ナタンの目に一条の光が差し込み、胸が熱くなるのを覚え、口走った。天のお告げです。イエスは神の子です。バルトロマイは顔をしかめながら言った。あの方はナザレの出身だと言ったね。その通りですとも。そんならメシアじゃない。ナザレにはとても汚れたものが多く、今でもそうだと言うではないか。出身地によってその人のことをとやかく言うのはとても恥ずべきことだと思います。父親の犯した罪だの、母親がみだらであったと言ってその子には何の罪もありませんよ。売春婦から良い子が生まれ、飲んだくれの父親から清らかな乙女が生まれることもあるんです。この言葉にバルトロマイは一瞬たじろいだ。一徹な彼にはこのことが理解できなかったからである。議論に疲れてしまったナタンは翌日ベッサイダーを出発し、再びナザレ人を探すことにした。ナタンはバルトロマイと話し合ってひどく時間を無駄にしたことを後悔した。このことを感じたバルトロマイは腹を立て、メシアはエルサレム出身の名門の家族から生まれるはずであると言い張った。しかもヒレルのような聖剣でなければならないとも言った。しかしそうは言ったものの、ナタンの言ったことが心に引っかかっていた。次の朝いよいよイエスを探しに旅立とうとしていたナタンは高熱に襲われ倒れてしまった。当時この地方を襲った疫病にかかってしまったのである。年寄りはバタバタと死んでいった。これから花を咲かせようというナタンもついに熱病に侵され、帰らぬ人となってしまった。彼を深く愛していたバルトロマイは呆然としてしまい、失意のどん底に突き落とされてしまった。ナザレ人のことについて白熱した議論を重ね、彼に散々毒づいたことが悔やまれてならなかった。バルトロマイは誰とも口を聞かず、ピリポや友人に会おうとしなかった。彼はつぶやいた。すべては虚しい空の空である。彼は暗い部屋の中で40日も閉じこもっていた。古参の加齢が心配して外の空気に触れるように進めた。その頃は日差しが強く、地上のものすべて焼き焦がしてしまうほどの勢いであった。彼はイチジクの木の下でじっと座っていた。身動きもしないでひたすら神に祈り続け、生命は決して虚しいものではないという印を求めていた。ついに彼の祈りは聞かれた。二人の者がそば近くいるのを感じた。一人は死んだナタンの守護天使であった。何の印がなくても守護天使の動きだけで全てが許されたことを知った。彼は故意にナタンを責めたわけではなかった。あまりにも単純で自分の確信が強すぎたためにナタンを責め立てたのであった。幻が消え2時間ほどが過ぎた。一人の男が急ぎ足でやってきた。見ると着ているものは粗末であるが、顔は喜びで輝いていた。ピリポであった。チグバの友である。彼は1秒でももどかしそうに口早に言った。彼はついにモーセや預言者たちが予告していたイスラエルの王者に出会ったと言った。バルトロマイは尋ねた。その方のお名前は？ヨセフの子ナザレのイエスだよ。バルトロマイは心が病んだ。先日のことでナタンと喧嘩をしたばかりであった。昔からの言い伝えにこだわって再び口を開いて言った。ナザレから何の良きものが出ようか。ピリポは彼を引きずるように連れて行った。ベッサイダの町外れに渓谷があり、そこでイエスはアンデレ、ペテロ、その他ガリラヤの漁師たちと話していた。ピリポが彼らのところに近づくと、バルトロマイを指さしながら言った。生え抜きのイスラエル人を見てごらんなさい。彼には不純なところは一つもないのだ。こう言いながらイエスはバルトロマイの過去のことをすべてすっぱ抜いた。バルトロマイはすっかり仰天してしまい、イエスに尋ねた。いつ私のことをご存知だったのですか？ピリポがあなたを呼びに行く前に、イチジクの木の下でお目にかかりました。バルトロマイはさっき、イチジクの木の下で祈っている時に、ナタンの守護天使と一緒にいた者は、この方の霊であったに違いないと確信した。あの時にこの世のものならぬ平安を体験したからである。バルトロマイは今まで蔑んでいたナザレの人の前にひれ伏し、頭を低く下げながら叫んだ。先生、あなたこそイスラエルの王者神の子です。ナタンの守護天使から何もかも聞いていたイエスは、バルトロマイの手を取り、彼を引き起こしながら言った。私がイチジクの木の下にいるあなたを見たということで、やっと信じてくれましたね。でもあなたは、もっと偉大なことを経験するでしょう。天が開け、
神に仕える天使たちが人の子、イエスのことのために登ったり降りたりする様子を見るでしょう。イエスはバルトロマイに対して自分は人の子であると同時に神の子であることを示そうとした。この時からバルトロマイは十二弟子の一人に加えられ、イエスの死後、彼はペルシャまで行ってイエスの教えを広めることになるのである。バルトロマイとイエスの出会いの日の後で、イエスはヨルダン川に行き、洗礼者ヨハネから洗礼を受けたのである。